おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。本日は質問&リクエストフォームから1点取り上げます。はじめましてです。いつも動画参考になっております。指板修正についてですが、弦を張った状態はまっすぐで、弦を外した状態では反るネック。そういうネックの指板修正は反った状態を維持するのか、もしくはまっすぐに修正するのか、どちらでしょうか。あと、スキャロップ指板の指板修正はどのように行っているのでしょうか。こういう質問をいただきました。ありがとうございます。前の動画でもどっかで触れてるとは思うんですけれど、指板修正の作業について説明していきたいと思います。指板修正というのは、フレット交換の際に必ずしなければいけないものなんですけれど、最初に結論を言いましょうか。反った状態を維持します。弦を張った状態はまっすぐで、弦を外した状態では反るネックってことですね。ネックっていうのは必ず弦を緩めると、逆反り方向になりますよね。弦を緩めて、順反りにこう変化するものっていうのはまずないと思います。トラスロットが調整できるタイプ、いわゆるごく普通のトラスロットが仕込まれてるものなんであれば、最初は弦チューニングした状態でまっすぐですよね。で、弦を緩めると、若干こう逆反りになるものがほとんどですけれど、で、その状態で指板修正をするんではなく、作業台とかに固定した後に調整してあげて、要は少し戻してあげるんですね。逆反りになったものをこうフラットに、してから、それから指板修正をしていきます。指板修正で、最終的に求めるものというのは、このネックの直線具合ですね。指板修正が終わった後に逆反りになってしまってもダメですし、順反りになってしまってもダメですから、直線が出ればそれで OK です。で、おそらくこのご質問者さんの言ってることは、トラスロット調整ができないタイプ、スクエアロットが仕込まれてるタイプの、ネックの指板修正はどうやるのっていうことだと思うんですけれど、まずスクエアロットに関しては、弦を緩めた状態とチューニングがされた状態で、ほぼほぼ変化がないもの、かなりこう変化するもの、チューニングをした状態であればネックはこうもうドンピシャまっすぐなんですけれど、まっすぐを保ってるんですけれど、こうチューニングを緩めるとこう結構ね逆反りしてしまうっていうタイプのものとか、変化量が大きいものとかね、または弦を完全に緩めた状態ではまっすぐで適正なんですけれど、チューニングをしていくとごくごくわずかに順反りしてしまうものとかいろいろあります。それは個体によって違うんですけれど、トラスロット調整できないですから、チューニングを緩めてしまうと大抵はこうネックが逆反りになるんですね。じゃあその逆反りの状態のままどうやって指板修正をするのっていう話なんですけれど、はい、スクエアロットのネック、これ、弦のチューニングを緩めたとき、完全に弦を取っ払ったときに、このように、ちょっと極端に書いてますけれど、こういう風に逆反りになってしまった。で、そういう場合の指板修正の仕方なんですが、この状態のまま行います。どうやるかっていうと、いつも使ってるこういう角パイプ状のやつ。または逆 R がついてるタイプでもいいんですけれど、こういう直線が出てる当て木を使って、ここを、擦ってきます。反ってる状態なのに、じゃあこれで直線が出るのっていうことなんですけれど、これは慣れと言いますか、技術と言いますか、この状態のままこうやってね、擦っていくんですよ。ここがこう綺麗にこういう風に面取りができて慣らせた状態の時に、今度は定規みたいなものでここを当てがって、なんかところどころこうやってへこんでたりとか、こういうようなことがないかチェックするんですけれど、スケールをこう当ててみて、こういう感じでね、少しこう動かしてみると、大体わかります。綺麗に揃ってるか揃ってないか。変な風な隙間があったりすると、こうやった時に、ここなんかちょっと光が後ろから透けて見えるなとかっていう、そういうことがわかるので、
大体これでわかります。で、あともう一つ、チェックの仕方なんですけれど、こっち側になんかね、支えをするんです。手でこうグッとこう少しこうしならせた状態で、もう一回定規をこうピタッと当てて、そうやってチェックすると端っこから端っこまでこう直線が出てるかどうかっていうのがわかります。直線性はそうやって出すんですけれど、当然ながらあとは R ですね。12インチ R なんであれば12インチ R で整えるっていうそういう作業も必要です。今までこの状態でスクエアロットとかそういうのをやってきましたけれど、特に問題もなく最終的に綺麗になります。はい。で、もう一個、気をつけなければいけないこと。まず最初の状態を見極める必要があります。どういうことかと言いますと、チューニングがされた状態でネックをこうやって見るんですね。その状態でまっすぐであれば何にも問題ないです。その次のフレット交換、指板修正っていう作業に進んで OK です。で、ところが、チューニングされた状態でこうやって見て、ネックが順反りしてる状態。チューニングを緩めたり弦を外した状態にするとまっすぐになるっていう状態。この場合に関してはネックアイロンをしてから指板修正なりフレット交換をします。それはなぜかって言いますと、弦を外した状態でまっすぐになるんだから、じゃあこのままフレット交換指板修正すれば一番都合がいいじゃないかって思うかもしれません。ところが完成した時点で弦を張ってチューニングをしてしまうとまた元通りこういう風に順反りになるんですね。でそれでは意味がないじゃないですか。ここでトラスロット調整できるタイプのものであればネックをまっすぐに調整すればいいんですけれど、スクエアロットの場合っていうのはそれができないので、ここで補足事項です。フレット交換をした後にネックアイロンでまっすぐにすればいいと思われるかもしれませんが、アイロンは熱をかけるためフレットが浮いてきたり、また全体的にまっすぐになるものの特定の部分で変化が起きたりします。このことからフレット交換した後にアイロンをかけるのはリスクが大きいので、フレット交換前にネックアイロン修正を行います。ではどうするかと言いますと、チューニングされた状態、さっきの順反りの状態をこう目視で確認します。このぐらい順反ってるんだなっていうのを感覚で覚えておくんですよ。ほんのちょっとの浅い順反りだとか、かなりこう順反りしてしまうとかいろいろあるので、その度合いを見極めて覚えておくんですね。で、ネックアイロンをかけます。ネックアイロンをかけた時に目的とするこの逆反り具合。これは、さっきこう覚えておいた感覚です。例えば1から10で言うんであれば5割ぐらいの順反り具合なんであれば、ネックのこの逆反り具合も5割ぐらいの逆反りにしようという、そこを目標としてネックアイロンをかけてあげます。で、そうすることによってこの逆反った状態でチューニングをして張力をかけてあげるとまっすぐな状態になるっていう、そういう計算ですね。で、この辺は、本当にね、もう何十回となくやったからこそわかることであって、経験が浅い方だとちょっと難しいかもしれないですね。ネックアイロンして、このぐらいの逆反り具合でいいだろうと思って、最終的に弦を張ったら、まだちょっとだけ順反りしてたとか、もしくはちょっと逆反りになっちゃったとかね。そういうこともありますので、ただね、ネックアイロンに関しては、完成してからであっても、また軽く熱かけて、もうちょっとこう修正してあげようとかっていう、そういうことができますから、後々修正は可能です。ということなので、スクエアロットとか、そういうネックのこの調整機能がないものに対しての、フレット交換、指板修正というのは、ネックがこの反った状態のまま指板修正をするということです。はい。では、最後に、スキャロップ指板の指板修正はどのように行っているのでしょうか。これは簡単です。簡単じゃないですね。スキャロップの指板、フレット交換っていうのはやりたくないですね、正直。特にメープルのスキャロップ指板はやりたくないですね。塗装しなければいけないですから、ローズ指板で話をしましょうか。
イングウェイとかそういう系のメープル指板のスキャロップのことを言ってます。そういう場合は、塗装も必要なのでめんどくさいですよ。めちゃめちゃめんどくさいですよ。まずは私はやりたくないですけどね。ここではっきり言っときますけど。で、ですね。まあ、ナットは取り外しましょう。で、ネックはこういう風になってます。で、トラスロット調整はできるものと思ってお話ししますね。指板修正する前に、ネックを極力まっすぐにします。定規でこうやって当てがってみて、ネックがまっすぐになってるかどうか。で、指板修正するんですけれど、定規でこうやって擦ってきますよね。あくまで擦る部分っていうのは、ここです。このフレットが乗っかってる範囲。この部分をこうピタッと平面が出るように、直線が出るように、指板修正をしていきます。ここのくれてる部分、この部分まで平坦にしようとは思っちゃいけないですよ。このフレットが乗っかるこの面積ですね。スキャロップはこのフレットのすぐ脇からここがスキャロップになってると思うんですけれど、フレットが乗っかるこの範囲が平面が出るようにちゃんと整えばそれで OK です。これは指板面に傷がついてたりですとか、あとはレスポールギブソン系のギター、ギブソンのお家芸であるフレッドエッジバインディングでしたっけ。ギブソンのこう指板面って結構粗いんですよ。傷があったりするんですね。こうやって指板修正していくと、指板の端っこの方だけなかなかこう擦っても擦っても削っても削ってもこう傷が取れないっていうことがよくあるんですけれど、そういう場合はその傷まで消そうとはせず、フレットが乗っかってる部分の面積だけ、平らになれば OK ということです。当然ながらこう指板修正していくとフレットがこの乗っかってるこの面積がこう削れて広くなってくると思うんですね。あんまりにもこうあからさまにこの面積が広くなるようであれば、もう一度このスキャロップのこの成形ですね、ちょっとこういう風に削ってあげたりして、フレットの幅から少し出たところからこうスキャロップになるように微調整をしたりして成形していきます。スキャロップ指板のフレット交換、指板修正っていうのはまあかなりの面倒、手間がかかる作業ですね。はい。ということでございます。で、ちなみにメープル指板の場合は、メープル指板でスキャロップっていう場合は、当然ながら、ここのくれてる部分にも、塗装が乗ってますよね。なので、そこの部分の塗装も一旦剥がします。剥がしてから、もう一回再塗装をするという、そういう非常に手間のかかる作業になります。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。最近毎朝ジョギングじゃないや、ウォーキング行ってます。朝5時とか5時半に出てるんですけれど、暖かくなってくると、ウォーキングするんですよ。で、冬場寒いと、もう絶対朝出ません。だって暗いし、寒いし、めんどくさいし、眠いし、暖かいこの春先4月とかぐらいからは、毎朝ウォーキングしてるんですよ。で、今日ね、びっくりしたのは、ウォーキングしてたらいきなり声かけられて、ジンギター工房さんですよねって言われて、ああそうですみたいな感じで、で何かと思ったら同じ町内に住まわれてる方で、なんかYouTube 見てますっていう風に言ってくださって、非常に嬉しかったです。はい。で、そんなこともあり、だいたいね、もう昼ご飯食べてね、1時、2時ぐらいはね、すっごい眠いんですよ。でね、15分ぐらいね、カーッとこうね、落ちると、その後すっきりして仕事ができるんですけれど。はい。ということで、最後に告知が2つあります。今月末、6月の29、30ですね。土日なんですけれど、横浜の大桟橋、みなとみらいにある大桟橋で、横浜ミュージックスタイル2024っていう、楽器フェスがあります。要は楽器フェアみたいなもんですね。
私はですね、土曜日に多分、顔を出します。出店するわけじゃないんですけれど、いろいろこう見て回ろうかなと思ってます。もし、私のことを見かけたら、ぜひお声をかけてください。で、それからもう一つ、今年の2024年10月の20日日曜日ですね、メタルトレイン第5弾です。これも私、毎回ただ働きで、ギャラはペットボトル1本なんですけれど、古希使われてますから、これも手伝いに行きます。炭屋さんが主催なんで、炭屋さんとはね、古いので、電車の中でケリー・サイモンさんがもうバリバリ早弾き弾きまくるという、そういうイベントでございます。皆さんお時間ありましたら、ぜひご参加ください。はい、ということで、以上になります。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。それでは。